いいかな。はい。皆さんこんばんは。時間になりましたので、始めさせていただきます。ドロと申します。よろしくお願いします。今日は11時半から、スタートということで、やらさせていただいてます。今日なんですけども、早速なんですが、かなり寒いですよね、今日。僕もちょっと11時前に帰ってきたんですけど、家庭教師とかで。でも、吹雪みたいな感じに、ね、なってます。今、東北の方はかなり雪も降ってるのかな？ちょっとそこら辺は心配だなと思いますけど。これ今全然、この中継は見れるのかな？ちょっとインターネットが遅いかな、今。インターネットが遅い感じがする。あ、これ。しかもなんか喋ってるのが聞こえない。これは聞こえねえぞ。いや、聞こえない。あれ？キャプ、これ聞こえないね。ダメっすね、これ。あ、なんか、この人の、話が聞こえません。お花さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。お疲れ様です。この、お天気お姉さんの声聞こうかなと思ったんですけど、全然聞こえませんでした。篠宮さんお疲れ様です。篠宮さん、コメントできましたよ。見ました。全然トンチンカンなコメントです。すいません。はい。明日かな？雪がすごいんですかね。今も降ってるのかな？はい。かなり寒いですよね。はい。まあでも、どうなんですかね。もうそろそろ、これ乗ってますね。もう今、降ってんのかな？これだけ。ね、60センチとか書いてありますもんね。うん。まあ、僕のここに来てらっしゃる方っていうのは、まあ、東京か、あれですよね、関西系の方はいらっしゃらない。あの子が関西系だったかな。一人いたな。そうですね。なので、ちょっと豪雪地帯の方いらっしゃらないのでわからないんですけどね。本当に寒いのでね、あったかくして、くださいね。はい。はい。そういう感じです。さて、こちらちょっと戻しまして、Yahoo の方で今日、ね、カーリング見ました？カーリング。いやーもう、女子の決勝、そうですね、僕実はね、4点取られた時かな、もうね、ちょっとお客さんが来ちゃったので、もう4点取ってちょっとしてからね、もうこれ終わっちゃったかなと思って、最後まで見ることできなかったんですよね。もうこの3対10になった時かな。はい。4点取られたと思って、もう、って言って、で、まあ、全部見たかったですけど、ということで、まあ、でも、すごく良かったですよね。本当にまあ、もともと日本がランキング7位だったみたいだし、初の決勝ということで、やっぱ特に、振る舞いとかがね、もういろんな動画で今出されてると思うんですけど、すごいポジティブな感じでこう、進んでるっていうことがすごく好感持てた。日本がこうやって映ってたことで、世界にね、こういうなんか形でこうスポーツをね、通じて、アピールすることができたってすごく大きいんじゃないかなと思いますね。まあなんか無事に、北京五輪も終わったでしょうか。どうなんでしょうかね。中国間もやっていきたいと思うんですけども、来週からの、まあ中国の動きもすごく気になるところではあります。はい。まあオリンピックの方は結局メダルがあれですよね。金が3つで銀が6個で銅が9つですよね。全部で18個ということみたいですね。これ、金メダルのメダルの関係出るのかな？これでは出ますかね？これでランキング。これそうか。全体で出ちゃうんですね。
前一回見たんですよ。そのどこが今回メダルが多かったかなと思って。北欧が強かったのと、やっぱり、なんかカナダとかあんまりそんな強くなかったです。日本何番目だったか、金メダルの数で数えられちゃうんですよね、ランキングが。だからそんなに上の方じゃなかった気がします。でもトータル3つのこのメダルの合計はかなり多かったと思いますね。はい。もう本当に皆さんお疲れ様でした。はい。くるくる。そう。なんか、ちょっと今動画が良くないかもしれないですね。土日ね、インターネットが調子悪いです。あとタブもいっぱい入れてるからかもしれないですけど、すいませんね。はい。ではですね、今日の、早速なんですけども、こちらの話もちょっと最初にしようかなと思います。今日実はお客さんが来たっていうのは、僕の方で税理士さんが来たんですね。で、税理士さんが来て、今日は確定申告の話とかをしてもらったりしました。実は僕ではなくて、お袋の確定申告のこととかでありました。で、今日ちょうどね、時期的にも、こういうお話あるだろうなと思って、このニュースを出したんですけど、この暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えっていうね、年収900万円でもそこそこいい会社員ですけどね。はい。でもすごいと思いますね。まずこれ、記事、申告漏れはそうなんですけど、よく去年の仮想通貨のここまでで、なんていうのかな。2億円まで。これ申告漏れって追徴2億円って税金ですから、累進課税で考えれば、この雑所得だと3億ぐらいか、利益持ったってことですよね、きっと。すごいですよね。はい。お花さん、OK ですって書いてある。本当ですか？ありがとうございます。そうだ。あれが、出てなかったです。今日はあれを出すの忘れちゃいました。今日ね、あれを見てたんですよ。これ。今ちょっとこれだけ出しますね。テロップっていうか、あれどこやったんだろう。これかな？これね。はい。これを出すとこれが止まっちゃったりするのでよくわかるんですけど、はい。はい。それでですね、暗号資産は、皆さんご存知かもしれないですけど、雑所得という形で税金が取られるよということですね。で、なんて言うんだろう。あんまり、これ、すごくなんか言われてることで、税金の関係は株と、コインが違うのって思われるかもしれないですけど、例えば CFD もそうですね。もう、簡単に言ってしまうと、ビットコインっていうか仮想通貨は、雑所得。ただ、あともう一個、IG 証券とかの、CFD、海外の取引のあるもの、海外取引所については、雑所得に、利益が出たら雑所得になるということですね。CFD も。ただ、国内の、CFD とか、GMO クリック証券とか、今日、お話しする PayPay 証券とか、こちらの CFD とかに関しては、どうやら、雑所得なんだけど、あれです。あれが違います。損益とか、損が出ちゃった場合には、持ち越せるっていうか、そういう雑所得の中でも損益で持ち越されるということになりますね。確定申告は明日やります。そうですか。そう。ということで、明日からね、とかの方もいらっしゃると思うし、今少しずつね、そういうお話があって。で、未だにですけど、SNS で非課税って言ってる人もいるみたいです。面白いです。どんだけ情弱なの。
逆に、儲けてる人って言うと、例えば、今で言うと、去年までの、12月末までかなで、かなり、利益を取った人っていうのは、利確しちゃった人ね。うん。これ利確したっていうのは、間違い、USDT でもダメなのかなでも、こう、申告しなきゃいけないみたいなところがあるかと思います。で、そのまま保有し続けている人は、当然利確してないので、関係ないっていうかね。いつかはやられるかもしれないですけども。はい。そういったお話があるよってことで。で、今日お袋の方も初めてですかね、その税理士さんと話をして、うちの弟とちょっとマンションの関係があったので、話をしたんですけど、多分金融のこととかも、お金のこととかも、ほとんど無縁の人だったので、初めてそんな話したらもう訳がわからなかったみたいですね。しょうがないですよね。ずっとそういったことを学んできてない人。だから多分、お金の話とかって、思うんですけど、学ぶきっかけがないと、いきなり確定申告だとか、いきなり税金だとかって言われると、多分ですけど、恐怖しかないと思うんですよ。株もそうですよね。お金の話って、全く知らない人が最初に転がってくるって、もう不安しかないじゃないですか。不安と、ここにも正しい知識を持っていればってあるんですけどね。はい。不安でしかないと思うんですよね。この人、あれですね。なんだ ?2016 年にリップルを買って、10倍に高騰して、資産価値は4億円以上に膨れ上がった。一部は現金にしたが、大半は別の暗号資産に交換した。交換分の申告は必要とは思われず、現金化した分を除いて、なるほどね。交換したってことですね。だから、リップルから何にしたんですかね。多分、そういう形で、12月に修正申告したが保有する価値が大きく落ちたため、現金化しても全く足りず、税務士の、よくある話ですよね、こういうのはね。はい。よくある話ってネット上でよく出てくる話ですけどね。はい。こういうの出すと、ヤフーニュースとか出ると、コメント欄とかある、これあるのかな？読み込み中になってますね。いいや。最近このヤフーのコメント、ニュースとかのコメントも、結構えげつないっていうか見てたら、なんていうかな、あんまり気持ちのいい、コメントが多くないですよね。もともとニュースってネガティブな話が発信が多いから、それに対してコメントってまた余計に気分がいいものはないですよね。はい。だからちょっと書いてる人たちはあんまり見てる人のことを考えてるかわからないですけど、あんまりこういったものも、俺見ろみたいなことだと思うので、そこまでと思うんですけど、気をつけてもらえたらなって思いますけどね。はい。とにかく勉強すればいいことだと思うのでね、きっかけとなって聞いてくださればいいなと思いました。はい。はい。それではですね、税金のことはこれで、置いといて、今日のね、特集と、それから今日の流れをちょっと説明します。今日は、明日、あれですよね、アメリカの方は祝日でお休みなので、アメリカの株はやらないと。で、今日は初めて、日本株をやりたいと思います。日本株といっても、条件があって、やっぱり僕は、日本株が好きっていうよりも、なんて言ったらいいかな。ADR って言って、例えば、トヨタだったらトヨタ自動車で日本で、ティッカーコードが7203かなんかだと思うんですけど、あるんですよね。で、このティッカーコード、7203ではなくて、例えば、トヨタモーターズっていう形でアメリカに出しているもの。最初にそうですね、この ADR と、
もう話したいと思います。暗号資産同士の交換で申告がややしりや、なるほどね。はいはいはい。あれですよ。暗号資産同士の交換の計算の申告がややこしいも確かそうなんですけど、一つの銘柄に対して、なんて言ったらいいかな。まず、まず思うのは、暗号資産で1000万円ぐらい利益が出るって、今の時合からすると相当難しいと思います。FX とかでレバレッジを、海外の、どこ ?10 倍とか、規制がないところでやればあれですけど、日本国内の、ルール上だともうレバレッジが2倍までだし、かなり厳しいと思うんですよね。だから、多分、もうギャンブル的なハイレバの FX で、しかも、ちょっと業者さんが大手ではなくダークな感じのところっていうか、あるので、やっぱり、透明感は多いですよね。本当税金だけではなくて不透明感は多いと思います。はい。だけど、この1年間で、その暗号資産もだいぶ僕は落ち着いてきてるなと思っております。はい。落ち着いてきてる。と思いますけどね。はい。FX を勉強する方は、ぜひね、なんていうのかな。少しずつやって、楽しめるようにしてもらいたいなと思いますよね。それは本当思います。はい。確かにややこいですね。しかもあれです。USDT 自体も、ちょっとアメリカの方で多分規制がかかるじゃないですか。ステープルコインについてのものも本当になんか怪しさ100倍っていうか、なんでこんなにね、ドルの代替えとして、使われてるかっていうことの内訳であったり、ドルが勝手に発行されてるような感覚になっちゃうので、はい。こういうのも問題は結構あると思いますけどね。でも、後々は少しずつ整備はされて落ち着いてくるとは思うんですけど、やっぱポートフォリオのある程度その少ないところでやらないといけないなっていうのは、去年より今も感じますね。はい。でも圧倒的に若い子が多いですね、やってる子は。はい。やってる子であんまりテクニカルを知らずにやってる子が多い印象ですね、今。暗号資産は。テクニカル知らずにやってるから、ストレスですよね。怖いと思うんですよね、すごい。そう感じます。すみませんね。じゃあ、最初にですね、特集の話をちょっとしていきたいと思います。今日の、その ADR と、OTC というその注文のことについてちょっとやってみたいと思いますけどね。これの方がわかるかな？ ADR とはって言ってった方がいいかな？最初に。概略だけですね。今日マジで遅いっす。遅いね。楽天証券が出てきちゃいました。一番わかりやすいかしらですけど。前もやった気がするけどな。じゃあ行きますね。ADR 特集。ADR の仕組み。ADR は株なのっていうところになっています。簡単に言うと、この図がわかりやすいかな。例えば、インドの会社があったとするじゃないですか。インドの会社。で、インドの会社は、インドの証券取引所で当然、取引ができます。ただ、これを、アメリカのところに上場して、審査を受けて、
アメリカの株として、取引もできる。まあ、審査すごい厳しいらしいですけどね。というのを、この ADR と言います。だから、まあ、さっき言ったように、例えば、トヨタ自動車が、東京証券取引所で取引をする。ティッカーコードが、例えば7203っていうのがトヨタ自動車という株があると。で、アメリカでは、ティッカーコードが確かね、トヨタ TM だったかな。TM、トヨタモーターズという形で、上場して取引があります。ということで、これがですね、若干 ADR の株価の値段と若干ですよ。日本のトヨタ自動車の値段が若干違うんですよ。はい。まあ、取引時間も日本は朝9時から、3時までですよね。昼の。で、アメリカは、まあ今は11時半から朝の6時まで。ということで、時間帯も違うし、株価の値段も若干違います。はい。というのがまず ADR の特徴の一つ。それから、税金の関係。これ書いてあるかな？税金の関係書いてなかったかな？税金の関係は、ADR は、アメリカの株を買うより、アメリカの株って、ETF とかもそうですけど、日本で買う場合って、10%、余計に税率がかかっちゃうんですよね。はい。あと、普段は、20% 売却の時とかありますよね。確か住民税と、なんだったっけ？なんか 15% 足す 5% で 20% かかる。しかも、プラス 10% かかるんですね。だからとにかくアメリカの個別の株って、値動きはいいかもしれないけども、一般の株ですよ。税金が高い。はい。です。30%。はい。ですが、この ADR に関しては優遇措置じゃないですけど、10% の外国の株、日本で買う株と同じように買える。20% で税金が済むというところが、まず税金の特徴かと思います。はい。あと、特徴がですね、ADR は、これ、ペイペイ証券で書いてあったかな？どこだったっけ？これかな？これか。ちょっと難しい話ですけど、例えば日本の、これですね、トヨタ自動車をじゃあ、これソニーでやってますね。ここ、ソニーの日本株が6758っていうティッカーコードで、ソニーを普通に買うとですね、100株、これ問題ですね。この100株で株価が1万円とすると、100万円でしか最低買えないんですよね。100万円。100万円ですよ。どんだけソニーの株高いんですかね。でも、ADR の場合だとアメリカの株になりますけども、1株で買うことができます。1万円ですね。1万円の株価、だったら1万円で買うことができます。でも、最近は、確か、日本でも、SBI、1株で買えるサイトが増えてきた気がしますけどね。なんだっけ、SBI ネオモバイルとか、LINE 証券でしたっけとか、そういう携帯で1株で買えるものって増えてきた気がしますけどね。なので、例えば1株で買えるよ、ADR のような感じで買えるものも出てきたような気がします。ちょっと実際に僕買ってないので、正確なこと言えないですけど、まあ ADR は本当はもうアメリカの株でも、100分の1で買えると。なんで、世界株僕は GMO クリック証券で世界株、昨日、解説したと思うんですけど、そこでは、確か、例えばベトナムが220円で買えたりとか、1株あたり1ドルで買えたりとかね。すごい安く買えるはずなんですよ。あれも、だから、感覚的には
そういう一株単位というものになってるかと思います。とにかく日本の現物の株ってとにかく高いんですよ。僕が聞いたことあるのですけど、任天堂も、あとファーストリテイリング、ユニクロですかね。とかもめちゃくちゃ高い。任天堂がね、これ違ったらごめんなさいね。660万って聞いたことがありますね。はい。普通の人じゃ買えないですよね。現物は。はい。ADR はこういう特徴があるよってこと。ただですね、この ADR が日本で今上場してるのが12個しかないんですよ。はい。12社しかいません。ちょっとこれ今パッと、今日遅いですけど、この ADR をした12社を出しますね。今日マジでインターネットが遅くてやばいっす。これはやばい。やばい。ほんと出てこないですね、これ。出てきました。14銘柄でしたね。ちょっと言ってきますね。ADR の銘柄です。いきます。キャノン、ホンダ技研工業、ハードコアエンタープライゼス。これ知らないですね。オリックス、くら寿司 USA、みずほファイナンシャルグループ、みずほ銀行ですね。それからメディロム。これ知らないですね。メディロムってなんだろう。ヘルスケアって書いてありますね。それから三菱 UFJ フィナンシャルグループ。それから野村ホールディングス。それから三井住友フィナンシャルグループ。それからソニー。武田薬品。それから吉通。貿易のとこですね。はい。それからトヨタ自動車。ADR は以上の14社っていうことになっています。はい。だいぶ少ないと思いますね。だから本当にここに上場したところっていうのは、ADR で認められたところっていうのは、なんていうのかな。かなり審査厳しいはずなので、選ばれし14銘柄。変な話、僕は言い方違うかもしれないですけど、なんていうのかな。日本の代表する企業という見方もね、できるんじゃないかなと思いますね。はい。で、その後、この、じゃあ、14銘柄だけじゃ、なんていうのかな、買えないのと思うかもしれないんですけど、この14銘柄、のうちいくつか解説はするんですが、もう一個ね、この OTC 銘柄っていう OTC 店頭取引っていうのがあります。これがですね、同じように、なんか説明でいいのあったかな？ここであるかな？ OTC、これ IG 証券のところですね。これをちょっと言いますね。先にすいませんね。うんちくばっかで。この OTC 取引の長所短所ということで、ちょっと説明すると、さっきの ADR とのちょっと違いもね、言ってきたいと思います。OTC 取引の長所、外国為替取引、FX 取引は最もポピュラーな OTC 取引ですとあります。OTC 取引っていうのは、こう書いてあるかな。取引は取引所を介することなく、金融機関同士のネットワークを通じて執行されます。ありますかね？例えば、今言ったADR とかも、ニューヨーク市場の証券取引所でやり取りをしますよね。トヨタ自動車もそうですよね。東京証券取引所で、証券取引所で買うわけですよ。でもこの OTC っていうのは、
その取引所を使わずに直接、やり取りをするという意味になると思います。だからこの、外国為替 FX 取引はって書いてあるのは、ドル円とかそうなんですけど、ドル円とかも、取引所を介しているとこもありますけど、取引所を介さずに、取引するっていうこともあります。で、これ、こんだけか。あんまり少ないですね。金融派生商品、デリバティブをベースとした株式やその他、金融商品も OTC で取引できます。ちょっとこれやっぱ難しいですね。IG 証券は。これ、英語で言ってんのかな？僕が思う、ところ、これで説明してきますね。OTC は。昨日実は、サラさんが、OTC 取引のことちらっとやったんですよ。あの方、さらっと、ロシアの、昨日見てる方はですけど、ロシアの銀行？どうしようかなこれ、ここで説明した方が早いかな ?OTC は。じゃあですね、もうせっかくなんでもうチャート用意してるので、このチャートから説明をしていきますね。この右左を見てください。この、今出してるのが、右側がエネオスホールディングスの日足になります。いいですか？これが、ティッカーコードが、5020っていう、商品になります。こちらの方が、東京証券取引所で取引をされているわけです。はい。それで、この右側の、このティッカーコード、JXHLY 複合って書いてあります。これが、OTC 取引と言いまして、エネオスの外国版でも値動きは全く一緒。要は簡単に言うともう円で買って、こっちは右側円で買うじゃないですか。これ円ですね。はい。一株あたり、今452円で取引されると。で、こちらはもうそのまま、ドル換算で、今がちょうど 7.9 ドルという形で買えると。これが一株あたりになってるのかな？ 7.9 ドルは。っていう値になってます。だから、値動きは全く一緒なんですよ。ADR と違うのは、ADR は夜は夜で動くんだけども、なんて言ったらいいのかな？別個？ ADR、これで、ソニーの ADR ですね。ソニーの ADR は、この右のソニーと左の ADR とは、動きが若干違うんですよ。別物なんですよ。はい。だけど、この NS の方の OTC っていう方は、日本の値動きと同じものを使って外国で取引ができるっていうのを OTC と考えてください。ありますかね？だから多分ね、IG 証券の説明の、ドル円とか FX って言ってるのは世界共通でどこで買ってもドル円はドル円だし、値動きは変わらないっていうことを言いたいんだと思いますね。はい。よろしいですかね。で、この、OTC という注文なんですけども、どれだっけ？そう。日本で OTC 市場っていうのは、ランクがあって、日本の銘柄では、180ほどあるみたいです。で、今日、実は13銘柄ぐらいしかちょっと紹介できなくって、すいません。時間がなかったのと、あとチャートがいっぱいになっちゃったので、180のうち選んでたんですよ。例えばこれ、今、調べてるところの途中なんですけど、この
ごめんなさい。銘柄で、頭文字の今、A, B, C, D, E, F, G で、G までやったんですけど、H からね、今日できなくって、例えばね、ここ、AD、この、OTC 銘柄の言うとわかると思います。いきますね。例えば、82銀行。これ長野の銀行だと思う。僕が使ってたので、82銀行が外国でも買える。で、宝チ株式会社、日野自動車。知らないのもあるんですけど、北北フィナンシャルグループ。何ですかこれ。知らないですね。博王堂、日立金属、阪急、ホヤ、それから、浜松、ホトニクス、広瀬電機、星崎。まあ、聞いたことあるのもあると思うんですけど、こういった形で、外国で、82銀行だったら、このティッカーコードが、外国の場合はですよ、HACBY となってます。こういうコードに変わるんですね。はい。ただ、この OTC 注文っていうのはすごく注意しなきゃいけないのは、今日見せますけど、取引している、例えば日本では人気があっても、海外では全然人気がないとか、出来高が少ないのもあるんですよ。だから、チャート見て思ったのは、例えば82銀行って日本で、例えば長野で買ってる人が多いとするならば、じゃあ外国で82銀行を買う人ってどれだけいるのかなとか、なので注意しなきゃいけないのは、このランクがついてるらしくて、取引がすごい少ないものとかもあるので、そういったことをね、なんかOTC はね、ランク付けが、階級があるそうです。4つの階級に分かれてるそうなので、僕は紹介したいのは割とこう見て、ランクの高いとこじゃないと、やっぱ買えないし、あと、興味の問題もありますね。やっぱりちょっと怪しいなと思う企業で、180ですから、大手って大手ですからね。はい。OTC って証券会社相手の相対イメージやったことないです。ちょうどサラさんが来ました。サラさんが来たので、昨日、サラさんはあれですよね。ロシアの、銀行の OTC 取引してましたよね。あれが。ちょっとティッカーコード昨日忘れちゃったです。ちょっと今出すと。OTC のことについて、なんか知ってれば補足が欲しいっていうか、どこに入れたかな。昨日の結局俺入れてなかったかな。ロシアの銀行のやつ。入れてないか。多分。そうですね。ちょっとまた、よかったらその OTC 注文のやつも教えて、実際ね、使ってらっしゃったと思うので、教えていただきたいなと思います。はーいって言って。それじゃあ、ちょっと時差じゃないけどありますので、早速ね、特集の方から言って、最後、後半中国の方を話していきたいと思います。まずですね、最初に、ADR の方からね、ちょっと説明をしていきたいと思います。今日はですね、ADR の最初、このソニーからいきたいと思いますね。ソニーの ADR の冷やしになります。で、ちょっと時間がなくて、こっちの ADR の方だけチャートを書きました。はい、ソニーは。で、まず、ソニーのテクニカルを見させてもらったのは、冷やしですけど、まあまあ上昇トレンド。で、これニュースになったんじゃないです ?1 月のとこ、ソニーもかなり株価が良かったですよね。はい。だから、今回のその1月をかけてみんなそうですけど、ADR も落としてきてる。でも、こう、見方で変えると上昇トレンドには見えます。長期で見ると。はい。一応この、テクニカル上だと 99.24 っていうところが買い場かなっていうことで、まだちょっとこれリスクリワード書いてないですけども、ADR の方はそんな風に見えました。そうそう、ロシアは、SBRCY。これ、それあれですよね。OTC 取引ですよね、きっと。はい、と思います。ティッカーコードで
わかりました。まあ、注意しなきゃいけないこと、僕のテクニカルとかこれちょっと見て、伝えられること伝えていきたいと思いますね。まずじゃあ、ADR の方また行きますね。ソニーのこの冷やしになります。で、多分ですけど、まず、動きからすると、このソニーの ADR が、金曜日の終値がここ、200日移動平均線が来てますよね。より下に抜けてます。うん、で、こちら、ソニーの冷やし。これ、金曜日の3時に終わってますよね。ということは、明日、わかんないですけど、ADR と動きが乖離する、入浴先物じゃないですけど、この、下がってきてる分が、もし、ちょっと下がってますけど、もっと下げてくるんだったら、この ADR が先に、金曜日の、土曜日の朝終わりましたよね、これが。なので、もしかしたら、先物と同じような考え方ですよ。したら、このソニーも、もうちょっと下げてくるんじゃないかなっていう。で、ちょっとこれを試したいんですよね。見てみたいんですよ。うん。そういう風にして僕はこの ADR と冷やしっていうのをちょっと見てみたいなと思います。ただ、気になるのは、この出来高です。圧倒的に当たり前ですけど、ソニーだったら、国内の方が出来高高いですよね。ADR の出来高が少ないんですよ。うん。ニューヨーク市場なのでって書いてますね。はいはいはい。ニューヨーク市場でだから OTC 取引ができるってことですね、きっと。はい。みんな OTC 取引ってニューヨーク市場なのかな？なんかそんな気はしますけど。はい。で、今、ここちょっと見ると ADR 日本株っていうところ新たに作ったんですけど、トレーディングビューの右側、ソニーが昨日の日、金曜日の日終わりが1日で 0.22% プラスだったんですよ。ADR だ。ADR はプラスでした。で、こちらがマイナスということに、日本のソニーがマイナスということで、マイナス 0.70% ということで、若干ズレがあります。だからこのソニーが月曜日、もうちょっと落としたら、この200日終わったら、そういった先物と同じような見方ができるのかなと思ったんです。ただ、冷やしですので、そんなFX みたいなことやれないですから、細かい動きまではね、そんなに変わらないかもしれないですけど。という意味で、この左右でまず出してみたということになりますね。任天堂もホールドしてるですけど、NTD、そうですよね。ただ、あれですよね。任天堂日本で買ったらとんでもないことになると思うんですよ、きっと。はい。スペルバンクオプション。そうなんです。スペルバンクオプロシア。はい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 。そうそうそう、名前がね。ロシアの銀行かっこいいのかなどうですけど。はい。ということですね。じゃあ、ちょっと次行きますよ。中国の話せるかな？ちょっと僕も説明が下手くそですいません。次行きます。次がですね、キャノンになります。キャノンの ADR ですね。ここからですね、少しずつ配当金も出てることが分かりました。キャノンが ADR はもう見たらレンジ相場かなーって感じですね。キャノンはレンジでした。はい。僕もカメラキャノン持ってるんですけど、やっぱ今キャノンも難しい時代になってきたのかなって気はしますね。なんか、ちょっとファンダメンタルがそんな詳しくは今わからないですけど。で、ADR がこうなっていて、で、こちらがね、ティッカーコード7751のキャノンの冷やしになります。で、
配当金も違うんですね。はい。こちらが 3.0% でした。ADR が。で、こちら日本の方が 3.5% で、ADR の方が、配当金が低く設定されてますね。はい。で、チャートも若干違う。でも、とにかく、取引が少ない。キャノンも取引が少ない。ただ、これなんだこれ。10月25日に、ADR のキャノンがめちゃくちゃ落としてますね。これもしかしたらですけど、決算じゃないです。あ、そうです。1月26日決算でした。決算、ADR もしっかり、決算見て、ズドーンと落としてますね、ここ。これ多分同じですよね。日本のキャノンも前回の決算でバカーンと落としてるので、やっぱりこの決算は見るべき。で、こちら1月27日は、もう、落としてる。こっちはどうだ ?1 月27日。あ、落としてますね。ちょっとキャノンはこの2回の決算でパカーンパカーンと落としてますね。はい。という状態になります。なので、ADR も同じようにこの決算とかをしっかり見て、行方を見ていかなきゃいけない。キャノンは前回の決算が予想よりかなり下回ってしまったので、これですね。出るかな？ああ、これね。収益もマイナスですし、売上もマイナス。2020年のキャノンすごい悪いですね。純利益も。ということがね、わかりますね。はい。まあだからこれを見て分析して、勉強して、日本株買おうっていう風になるかどうかっていうのを自分の中でも試したいんですよ。はい。買いたい銘柄がちゃんと出てくるかなと思って、はい。だから本当にちょっと勉強がてらっていう形ではありますけどね。今、キャノンはね、ちょっと正直買いたいなって気持ちにはならないですね。はい。これ見ないと本当わかんないですね。こういうのは。じゃあ次行きますね。あ、ここもね、見ててちょっとがっかりしました。日本電産って言いますね。ADR は、なんて読むんでしょうね、これ。ちょっと読めねえですけど、ADR のこの、本当はなんかティッカーコードはね、NJDCY ですけど、はい。こうやって書いてあったので、ニデックコープって書いてあったので、こうやって書きました。これもね、下落トレンドにもなってますよね。上昇トレンドがすごく当てにならない状態です。なので、リスクリワード入れてなかったです。で、日本電産って、この決算のここ見たんですけど、この1年間、全部予想より全部下回ってんですよ。どうしたんでしょうね、これ。なかなか僕最近この決算でこんな悪い決算見たことないです。なので、この日本の株価もすごい悪いですよね。はい。この銘柄すごく悪いです。だから、悪いっていうか、もしかしたら、もう日本の CFD、ね、ショート考えてもいいのかなと思いました。はい。こういう決算の時になんかショートした方が儲かるんじゃないのかなってちょっと今そんな気もして、とりあえずまだ分析の段階なので、ロングショートってまだなかなかそこまで言えない。まずはちょっとこういうチャートしてるんだとか、こういう分析なんだっていうことだけ書いてますけどね。ナイデック。あ、ナイデックって言うんです、これ。そう。なんか、まずは今日勉強がてらちょっとチャートを出しております。いや、来週ぐらい、でもね、次ですね。やっぱトヨタモーターズは、ちょっと興味も湧きましたね、今回。こう見てて。やっぱり、
うん、やっぱ好きなんですね。やっぱトヨタ自分が住んでるからっていうのもあるんですけど、チャートを見て時に、面白いなと思いました。今ちょっと下がってますけど、でも上昇トレンドだなっていうのが、日足で見て思いました。はい、今年。今ちょっとやっぱ下がってきてますけど、この1月をピークに。みんなね、1月ピークに下がってきてるのは、やっぱりアメリカの市場と似てますよね。はい。でも、ADR でも 182.3 っていうとこは、買うポイントだな。ちょうど200日もタッチしそうなところ、いい位置だなと思います。でこちらのトヨタ自動車。で、これが確か、そう、普通だとトヨタ自動車買えないんですよ。待って。今分割してるよね。昔は高かったですけど、ナイテック、去年さよならしたんですね。サラさんすごいトレードしてますね。任天堂もホールドしてるし、どんだけ持ってんすか。はい。よく知ってますね。そうなんですね。会長辞めたんですかね。はい。で、トヨタ自動車も分割して、今これこれ多分ですけど、普通に買うには100株単位で買えるはずだから、トヨタは今株価が2100円なので、21万円ですよね。確か。100株だから。なので、CFD そう、ペイペイ証券は、ちょっと調べたら、1万円から買えるって書いてありました。なので、レバレッジ5倍で1万円からトヨタも買えると思いますけど、もうちょっとしたら、このペイペイ証券口座開きますので、もう、はい、実際にトレードの画面とかもお見せできると思います。まずはちょっと、今週から少しずつ、チャート分析して調べていきたいなと思ってます。だから、普段だったら21万円かかると思います。今って100株単位が多いのかな？でもわかんないね。この金額によって違いますもんね。はい。任天堂とかももっと高いですよね、きっと。お花さんトヨタ持ってるんです ?4 分割したので買えましたって。さすがっすね。みんな意外に日本株ちょいちょい、学んでますね。俺も本当に高いイメージしかなかったので、本当に20万円とか突っ込むってなかなかできないですからね。はい。まあ、かといってナスダックとか S&P にはすごい突っ込んでますけど、はい。はい。その次。ホンダですね。はい。はい。ホンダの方が、あれです。配当金が高いみたいですね。3% ありました。はい。私、まあ、そうです。はい。そう。それで、これちょっと雑談だったんですけど、あんまりこう喋っててもあれかなと思ったんですけど、あれ皆さんはちゃんと知ってます？ちゃんとこう世界のホンダだったのは。これをね、ちょっとね、今日言いたいがためっていうか、本当はね、導入で喋ろうかなと思ったんですけど、もう F1 がすごい大好きすぎちゃってるので、僕も。で、トヨタも、ホンダも、あと、話すブリヂストンも、まあ F1 で、ちょっと、すいません、ちょっと喉が痛くて今、ちょっとチョコレート食べていいですはい、ちょっとチョコレート食べますね。はい。マクラレンホンダ。MP4 っていうやつですけどね。MP4 O かな？うん。1988年とか9年とか、この頃、もう、すごい楽しくて、
世界のホンダなんだなって。で、この間までは、ホンダ強かったですよね。はい。皆さん知ってますちゃんと。はい。もう伝説の音速の貴公子って、古舘一郎が勝手につけたあだ名ですけど、アイルトン・セナですよね。はい。多分これで、皆さんもブラジルっていうとこの、これブラジルもいいとこだなと思ったりとかしたはずです。すごいこう、ブラジルを近くに感じたりとかね。なんじゃないかなと思いますよ。はい。うん。やっぱり、昔の栄光にしがみついてもいけないんですけど、やっぱりこう自動車、日本の応援したいものっていうのは、皆さん、やっぱり、皆さんも結構知ってますね。よかった。はい。そうですね。前に言いましたよね。あれ僕中島悟さんと親父が友達っていうか、です。はい。僕お家が生まれたところが、岡崎っていう愛知県の岡崎市生まれたんですけども、当時、うちの親父もよく行く、お寿司屋さんがあってですね。はい。篠宮さん僕も知ってますよ。5月1日の動画ですよね。なんだっけ。あそこ、サンマリノですよね、きっと。はい。はい。泣けてきますわ、それは。本当に。今宮淳さんとの、三宅アナウンサーでしたっけあの動画。確か。もう生で見てましたもん。あれ。もう朝方だったと思うんですけどね。セナが亡くなったのが。朝5時か、5時半だったかな。当時、あれなんだっけ大学生だったかな。長野で見てたような気もするけど。うん。はい。あれ F1 で亡くなった最後の方ですかね。うん。そうそう、中島悟、はい。と、うちの親父がちょっと知り合いというか、の関係で、まだその当時は、僕が知ってた中島さんは、僕は小さい頃だったんですけど、F3 かなんかに乗ってたかな？まだ、F1 の前っていうかデビューする前で、1980年、82年とかで、もうちょっと有名になってたからイギリスに行っちゃったんですよね。うん。だから当時、日本にいた時に、地元だったので、そこで、お会いしたりとか、僕も小さい頃、ちょっとまだ、別に坊ちゃんでもなかったんですけど、うちの親父が前に言いましたけど、カマロ乗ってた、なんかちょっと親父、飛んでる親父。はい。中島悟さんもなんか、面白いの乗ってたみたいで、何乗ってたかちょっと忘れたんですけど、はい。そういう思い出とありますね。だからなんか、やっぱ株とかもそうなんですけど、どっかで値動き以上の、なんていうのかな、思いとかそういうのもちょっと乗ることってあると思うんですよね。だから今回僕も、トヨタやホンダっていうのも、そういう意味もあって持っていたいなとか、ちょっとでも持って、なんかすべて、言い方変ですけど、すべて値動きで上がっていくものだけを追いかけるだけじゃなくて、こういったものも、これちょっと考え方ですよ。これ僕だけですけど、きっと。好きな株とか好きだった企業っていうのに、投資をするっていうのも一つありなんじゃないかな。ただ、それを100万円とか200万円とか入れて買うのはちょっとこれは怖い。確かに。うん。ホンダがこれから上がってくるかなんてわからないわけですからね。はい。あ、そうなんです。今、セナの息子走ってんです。あれ違うな。あれ昔ブルーのセナっていうのはあれは、いとこかどっかすぐ終わっちゃった
子がいましたね。忘れちゃった。チーム名忘れたけど、一時期出ていましたけど、まあじゃあ別の子ですね。ちょっとごめんなさいね。セナの息子。知らないぞ、俺。あ、どれこれか。ブルーのセナでいいの？これ違うよね。どれでしょうね。ちょっと写真がポーっと。ブルーノのことです？そうなんです。一時期出てましたよね。これ息子なんですね。なんか、おじさん、これ、なんかおじさんって書いてありますよ。そうなんですね。そう、あれなんですよ。ここに写真出てきちゃいました。はい、クラッシュしたやつが。もう20年になるんですね。はい。亡くなって。20年か。ちょっとほんと感慨深くなっちゃいますね。はい。なるほど。今の F1 が、あれなんですよね。日本だと有料で、なんかなっちゃってから、なんだろう、俺テレビをやっぱ見なくなってしまったので、角田とかをなかなか応援できなくなっちゃったっていうか、そこまで熱狂的なものじゃなくなっちゃったっていうか、なんだろう、昔で言うなんか野球とかサッカーとか F1 とかってそういう感覚で見ててるんですよね。まあ、今年も本当どうしようかなと思います。有料にして、見るかな、どうなのかなっていう感じですけどね。マンセル。面白いですね。マンセル面白かった。昔はちょっと、憎かったですけどね。なんだろう。フェラーリの時かなはなんかちょっと憎かったですね。なんでですかね。多分、セナとかを応援してたからかもしれないですね。セナを応援しちゃうと、マンセルが、イチローの解説も、なんか、当時マンセルはヒットマンとかって言ったもんで、それにね、乗じてね、なんだよマンセルって、後ろからつくんじゃねえよとか、なんかそういうイメージができちゃって、で、ウィリアムズに乗った時のマンセルは全然違いましたよ。全然違いましたね。はい。いい人だなと思ったんですけど、そう、当時のね、このセナと競ってる時のマンセルのイメージがあんまり良くなかったっていうか。はい、そうですね。もう、すいません。なんか、もう、めちゃくちゃ脱線してますね、もう。はい。ちょっとこれ、キリがないので、あれします。ADR 話。いやーもう、やばい、今日。30分ぐらい話してません？大丈夫ですかこれ。このライブ。ホンダで止まっちゃった。いいか。すいません、本当いいですかね。もうなんちゅうか、別に登録者望んでるわけじゃないからいいんですけど。はい。ちょっと行きますね。せっかく調べたので。はい。ADR の次ですけども、武田になります。武田は、結構新しく ADR になってる2010、3年前ぐらいかなに ADR 申請して承認されてましたよね。ただ、武田は、この2期、前々回と前回、決算でこけてますね。なので、かなり残念な結果に今なってます。なので上昇してるんだけど、結構厳しい状態。配当は高いんですけどね、武田はやっぱ
5.1% ですよ。すごいと思います。なので、考え方ですね。これ本当に低くて今が買い時かなと思われる方は、買いかもしれないですけど、値動きだけ見てると、まあ、ちょっと厳しいなとは思います。うん。武田はコロナの関係は今回そんなにタッチしてないですよ。塩野義製薬はよく聞いたんですけどね。はい。うん。でもなんか頑張ってほしいなと思いますね。こう日本の ADR はやっぱ応援したくなりますね。見てると。なんていうかわかんないですけど。はい。次ですね。パナソニックですね。これあれ、なんだっけ。アメリカで言うと、ゼネラルエレクトリックですね。電球ですから、ほとんど。パナソニックも良くないですね。見てると下落トレンドですね、完全に。なんか例えちゃいけないんですけど、アリババみたいな値動きしてます。アリババ、ぐらいですね。ペイパルほどではないかな。はい。厳しい。しかもそんなに、まあ長期増配で 2% ありますけど、ちょっとね、パナソニックを買いたいっていう気持ちにはなれないかなーって感じですね。ちょっとこれ本当に申し訳ない。パナソニックで働いてる方がいたら自社株とか買って大変かもしれないですけど、これはきついと思います。決算も2月2日の決算こけましたね。これ。収益がかなりミスですね、これ。はい。売上は、ちょっと、まあ、トントンでしたけどね。ということですね。ドロさんにドリフの髭をつけたらマンセルに似ると思いますよ。えマンセルを初めて言われた。マンセルおじさん。もうちょっと僕髭生やしてるんですけど、もうちょっと、あれか、濃くすればマンセルおじさんですね。初めて言われた。ああ、まあ、面白いですね。いいかもしれないですね。はい。じゃあ次行きますね。ブリヂストンですね。はい。頑張ってほしいですけど、今って、また F1 に戻りますけど、ブリヂストンタイヤじゃないですかね。ちょっと、一時期僕ミハイル・シューマッハの時に、ブリヂストンとフェラーリっていうのコンビをよく見たので、今はもう撤退してますよね、きっと。もう、さすがに、日本企業、調子悪かった時に、タイヤも撤退しましたよね。今、ピレリーかなかもしれないですよね。はい。AD、これ、こっから、すいません。もうパナソニックからすいません。OCT 注文になります。これが、値動きは、ここ、複合って書いてあるところから、全く一緒です。ブリヂストンのこちらのピッカーコードの、なんだ、5108ですか。ブリヂストンと。こちらと値動きは全く一緒。なのに、配当金が全然違うんですね。なんかやっぱり、外国で買った方が、なんで配当金がこんな違うのかなと思いますけどね。はい。ここから値動きは全くこれ、ちょっと見にくいですけど一緒です。ただですね、取引高がブリヂストンのこの OCT 全然ないです。少ない。少ない。はい。と思います。はい。あと、こちらがね、JR 東海になります。JR 東海、一時期あれ、ダンさんでしたっけがJR の話もしてたと思うんですけど、
あんまり良くないですね。JR はいつから悪いんだろう。11月から落としてきて、1月で激しく売られて、じゃあ年末からか、11月からずーっと落として、逆だ。1月12日から上がってきてる状態です。JR 東海は。なんか、新幹線の話もちょっと今、遅れてることもあるみたいですね。まあ今上がってコロナの関係で少しずつ上がってるかもしれないんですけど、しかも決算もあんまり良くないんですよね。4期あるうちの3回ミス。前回も、あれ ?1 月31日決算になってるぞ。なんでこう違ってんだ ?1 月31日で、この間決算だったんですね。この間の決算もめちゃくちゃ良くないですね。はい。収益も売上もミスですね。かなりミスです。1月19日。これか、でもそんなに決算後そんなに下がってないな。あれなんだ。決算の前ですごい叩かれちゃってるから、1月27日でえらい売られてるから、決算の時はもう材料出尽くし分かってたのかなこれ。そんなに下げてなかったです。そっから上がってっちゃいましたね。という状態ですね。はい。今日はほんと分析だけで少しずつここにいろいろ入れてきますのでね。本当に買う日が来るのかな今買いたいと思ってるのはやっぱトヨタは買いたいですね、やっぱ。トヨタと CFD はやりたい。と思います。今んとこ。これサイバーエージェントって知ってます？アメーバ TV？ アメーバですね。はい。リニアモーターカー。なんか、リニアモーターカーが今ね、静岡の山んところで、大井川のなんか、水がなくなるかなくならないかっていう話で、工事がちょっと中断してるって話が出てます。はい。出ますね。西頑張ってます？西って何ですかっけ？西。JR 西日本かな？はい。九州、バイバイ繰り返やってますね、皆さん。日本株、こんなでやってたんですね。JR、理解するんだ。まあ、身近だからですかね。はい。なんか出てきますね、いろいろ。日本株やってよかったですね。話のネタになる。このサイバーエージェントなんですけど、ですね、これ、ちょっと実はこちらのOCT 取引海外の。全然ね、取引高がなくてね、もうチャートの分析がね、難しすぎます、これ。ほんとこれ、アメリカのなんだっけ、ETC より全然取引がないので、このサイバーエージェントはもしかしたらちょっと参考にならないかもしれないので、アメーバのとこ。これ、削除するかもしれないです。あんまりにも少なすぎました。調べて分かったんですけど、これ取引高が全然ない。はい。海外で知らないんじゃないですこれ。よくこれ OCT 注文しましたね。注文っていうか取引できるようになったと思って。多分、あんまりこれ評価良くないんじゃないかな、と思いました。次ですね。あと3つですね。ファナックですね。ファナックは有名ですよね。なんだっけ。機械工業系。あと、製造とかね、していますね。ファナックはね、これやるんだったら思いっきりショートですね。はい。
もう下がりまくってます。ずーっと。去年からずーっと、1年間ずーっとこんな感じです。だからリスクリワード書いてないです。まあ、配当金はまあちょっとありますけど、今もめちゃくちゃ落としてますもんね。昨日、金曜日めちゃくちゃ落としてますわ。はい。なんか日経とかにも関係してるのかな？どうなんですかね。日経225銘柄全部知ってるわけじゃないですけど、良くないですね、このチャートは。まあ、ショートするならこれいいかもしれないので、これからね、ショートも、ちょっと、表示してこうか、ちょっと考えるようになりました。はい。はい。解説する分にはショートを入れたっていいかなって思うようになりましたね。うん。でも1週間に1回ぐらいしか見ないから、ショート入れても、次の週、ショート早いから、それがね、気になってんですよ。はい。ちょこちょこ見れないから。はい。ここがファーストリテイリングですね。お、なんすか？長くてのリニアモーター。あれあ、まあ確かに、なんかモノレールじゃないですか。はい。西ではない。あ、九州が。なるほど、なるほど。そうですね。JR 九州がいいんですね。ああ、そうなんですね。まあでも、コロナを明けてからは、そういう、あれもいいかもしれないですね。少しずつ、株価上がってくるかもしれませんよね。はい。ファーストリテイリングですね。ユニクロですね。いや、もうユニクロって、実価総額って今何位なんです？ 3 位とかかな。ソフトバンクの月ぐらいですか？もう洋服、ダメですね、これ。あそこ、アメリカのギャップも解説してますけど、洋服業界、ちょっと、ダメですよね。はい。これどうやって復活するんですかね、こういうのは。わかんないです。ショート推奨って書いちゃいました。ファーストリテイリングの決算は。でも、前回の決算は悪くないですよ。どうやってこんなに復活したんでしょう。1月のね、これですね。ここか。はい。予想が低かったのかな？いや、そうでもないですね。すごいですね。収益すごいビートしてますよ。びっくりです。なので、ファーストリテイリングの1月の決算後は、まあ、ポンと上げてるけど結局は戻ってきちゃってますけどね。知れてるっちゃ知れてるのか。あ、わかった。これ、次の決算の予想が悪いわ。はい。それもありますね。これ。はあ、まあ、良くないですね。はい。じゃあ、最後、ADR 最後、ADR じゃないの、OTC 最後ですね。あ、これがさっき出しましたね。エネオスホールディングスになります。で、エネオスは、あれですね、今エネルギー関係だからいいかなと思ったんですけども、やっぱりエクソンモービルとかと、ああいうハリバートンとかと違いますね。日本の石油関係は上昇トレンドではない。てかまあ確かにここちょっと12月からはちょっと上がってますけど、これ、どう見るかですね。はい。エネルギー関係だから全部が上かって言ったらそうでもないですよね。だからこれを、このエネオスに関しては、どう判断するかです。これからエネルギーで上がっていくと判断するか、見てもらうと、上がってるように見えないですよね。うん。だからこれもね、ちょっと、まあ中国のエネルギー会社も若干上がってないところもありますけど、原油が全部上がるからって言って、この石油会社が上がるとは限らないなっていうのをちょっと思いました。
これを見てちょっと思いましたね。はい。ただ、配当は高いので、これをまたどう考えるか、エネオスは。僕は、もしかしたらこれ、買いのとこもあるのかなと、安くなって買ってもいい気はしてもいます。うん。なので、これ一応 7.66 っていうところにサポートラインを入れたんですけど、こちらで。うん。ということですね。まあ、日本の株も、業種もそうですけど、アメリカと見つつ、比較しつつ、まあ、アメリカはベースに考えちゃってるからいけないかもしれないですけど、こういったね、日本株の方のものもまた見て、相場とか探していけたらいいなと思います。で、ペイペイ証券の方またお話ししていきますけども、一応この日本株の48銘柄なんですけど、そのうち ADR とOTC 取引ができるものに関しては、これからまず表示をしていって、分析をして、で、本当に買えるかどうか、で、いくら買えるのかっていうのも合わせてやっていけたらなと思います。まあ、たくさん資金入れるかわかんないんですけど、まずは、そうですね、20万円ぐらいでなんかいろいろ CFD なので、で、日本のCFD、日本株の CFD って、ほとんどないんですよ。ここぐらいしかないんじゃないかな。あと、あれです。SBI 証券とか、クリック365で一部買えるのかな？ちょっとわかんないです。これだけ、日本株の CFD で買えるとこって多分ないと思います。ただ、IG 証券と同じようにきっとレバレッジこれ5倍なんですけど、GMO クリック証券のようにレバレッジをコントロールすることできないと思うので、ちゃんと5倍にして、損切りと利確を入れて、まあまあ短期間で勝負しないといけないと思います。だから短期間っていうか、1年間とか長いこと持てないかもしれないですね。はい。だからトレード用という形になると思います。GMO みたいな風にやってくれると長期で持てるんですけど、多分 PayPay 証券レバレッジ5倍を低くできないと思いますね。はい。やっぱりレバレッジで長期で持てるのはもう2倍、2.5 倍が限界ですわ。本当思います。もう長期で持ってしても。はい。こういう有名なところがあると思います。で、またここは来週の日曜日も、銘柄をね、分析していきたいと思います。まだ途中なので、はい、ソフトバンクとかもやってませんし、そうですね、多分 ADR じゃないけど、されているところだと、どこだろう。これ、いっぱいあるのでちょっとパーッと見てもあれですけどね、またちょっと時間ないので調べてきます。はい。来週の日曜日やりたいと思います。それではですね、だいぶ喋りまくってますけど、中国の方はかいつまんでいきます。もう、1時間、ちょっと、今日F1 で、週末、ちょっと脱線が過ぎてますよね、きっと。全然進まない。はい。チョコレート食べます。ご飯はちょっと食べたんですけどね。はい。はい。今回の中国の動きをパッパーっと紹介して終わりますね。上海と香港は昨日もちょっとお話しした通りだと思います。ちょっとこれ割愛します。では行きます。中国株のテンセントです。テンセントは1週間であんまり上がったり下がったりしてません。変わらなかったです。はい。なので、470。ハイテクですけど、アメリカほど下がってはいません。はい。という状態でした。はい。中国の銀行ですね。中国交渉銀行。こちらの方はやっと、まだ書けないです。やっとちょっと落ちてきました。はい。銀行系とか、やっとこの1週間でオリンピックちょっと落ちてきました。ここからですね。
中国とかの銀行がどう出てくるか。はい。楽しみかなと思います。配当がね、落ちた分変わってますね。6.7% に上がってました。はい。です。まだまだ買い場ではないんですけど、もしかしたらショートしてもいいかもしんない。気はしますね。ショートしてもいい感じになってきました。はい。次いきますよ。中国の、この中国の保険会社ですね。ここは1週間でめちゃくちゃ落としましたね。しっかり落としましたね。はい。だいぶ上昇トレンドに近づいてきました。はい。という状態ですね。中国の保険業者は、金融がちょっと今週下がってきた。こちらが中国の建設銀行ですね。こちらも、ちょっと落としてきました。はい。やっと、この、わけのわからない上昇トレンドから上昇からちょっと落ち着いてきました。はい。配当が高い。6.5% に上がってました。なんでしょうね。ショートさせねえぞっていうことなんすかこれ。6.5% ですよ。もう高いですよ。めちゃくちゃ。ほんと下がってきた時に買って試したいっす。はい。銀行系はこんな感じです。それから、イギリス首相がロシア、ウクライナ侵略したらドルポンドを売り買い禁止規制すると噂が、そこまで、経済制裁、ドルポンドはルーブルじゃなくてですね。ドルポンドすごい影響大きいじゃないですか、それ。セナの息子から変えるか。ドル、まだここだとニュースだと出てないかな。今のところはまだ出てないこっちだとあれだ、アメリカの方かな。でもすごいですね。もしそれだったら。だってかなり大きい市場ですもんね。ドルポンドなんか。そうなんですね。ちょっとまた、調べてみたいと思いますね。はい。じゃあちょっと続きますね。はい。中国のピンヤン保険ですね。中国のピンヤン保険は保険会社ですけど、高止まりしています。まだちょっと買えないですね。最近ずっと中国買えない言ってます。もっと買えないの出てきました。ギャラクシーエンターテイメント、銀河娯楽。買えない。買えないというか、これ一回、もしかしたらショートしてもいいかなっていうとこに来てますね、今。はい。位置がですね、サポートラインのちょうど上のところを、ちょうどね、値動き見てショートしたいぐらいです。あんまりにも動きがいいので。まあでも今中国、景気いいですね。はい。マカオのカジノは。はい。ちょっとまだ買うところはだいぶいっちゃったので買えないですけどね。レノボですね。買い
買えるかな。こう、ちょっともうレンジみたいな動きしてます。まあ、下がってもいないし、微妙なところにずっといます。レノボは。もうちょっと下がったら買いたいです。はい。それから、ジョンソン、なるほどね。ジョンソンさんクビになんないんですかね。なんか、パーティーやった、あれで。弾劾裁判しないのか。チャイナモバイルが、やっとこれ、落ちてきました。やっと落ちてきました。はい。なので、もうちょっと見るとショートしてもいいかなっていう感じです。はい。この動き方すると。と思います。まだちょっとショート書いてないですけど。はい。そういう感じはします。ほんと来週、明日あたりから、明日ほら、アジアの相場が下がってくるときに、中国の相場もどれだけ下がってくるのかなっていうのを見たいですよね。アメリカの影響があるかどうかもあれだし、北京五輪が終わったので、中国の月曜日の動きってもしかしたら面白いかもしれない。うん。下がってくるかもしれないですね。うん。ペトロチャイナ。あとこっちがチャイナユーロンパワー。こっちが、ガスですね。高いです。石油関係高いです。はい。ちょっとここ変なの入れてますけども。高い位置にいると思います。まあでもちょっと下がってきてますね。今のちょうどアメリカの原油と動きは似てます。似てます。でもね、もう来週のアメリカの原油もね、ほんとわかんないですよね。もう原油今本当にわかんない。100まで行きそうなこともあるし、もうウクライナ次第ですよ、もう。はい。チャイナ、これは電気会社ですね。ここもうつけてきそうです。電気が安くなりそう。電気が安くなりそうです。はい。もうちょっとです。僕はちょっと電気会社欲しいですね。はい。安く買いたいです。エネルギー関係は、石油はちょっと高いですけど、電気はまだ十分需要があるはずです。絶対思います。次、香港の、オリンピック終わりましたよ。はい。あれ、僕閉会式見てないですけど、なんか番組的には、夜の9時。サラさんだったらもう朝方終わったってことかな？閉会式が夜9時だから、今から4時間前ぐらいに閉会式やったと思います。はい。見てませんけど。はい。香港の HSBC ホールディングスね。下がってきてます。下がってきてます。はい。という状態ですね。だいぶだから銀行系が落ち着いてきたんじゃないかなと思いますね。前にこれ言ってた、ダジャレで言ってた、ドンファンじゃなくてドンフェンモーターズですね。先週言ってましたね。レンジのままです。はい。まあ、特にここは、ネタ的には言うことはないですね。はい。もっとね、GMO クリック証券ニオとか、銘柄出してくんないですかね。ニオとかを見たいですね。電気自動車の会社ですよね。はい。僕昔 ADR で、SBI 証券でニオは買ってた記憶がありますね。その当時。はい。あと、思い出した。ADR であれも買ったんだ。テンセントミュージックも買ったん。テンセントミュージックをやられたんだな、確か。行くかなと思ったんですけど。はい。思い出しました。こちらが、ワンワンチャイナですね。食品会社はもう、高い。もう、ずーっと高い。もう原料も高いし。インフレみたいです。もうこのワンワンチャイナもこちらのメニューデイリーとかいうこの牛のところも
高いです。だいぶ高いとこまで来ました。まあほんとこれ綺麗な上昇トレンドなんですけどね。はい。コモディティも、いつ下がるんだろう。どうなんすかね。もう、エネルギーとコモディティも全然、はい。だからまあこれ食品会社も本当にロングしたいんだけど、高すぎちゃってもう手に負えないですよね。はい。という状態です。原油はイランも絡んでいるんで見るだけです。まあね。ニオそうなんですよ。ニオどうなのかなと思いました。はい。通信マイニングですね。こちらの方も、今日も、高い位置にあるんですけど、まあ、ちょっとこれレンジが近いです。はい。それから、ここちょっと微妙ですね。テクトロニックインダストリーっていうとこ、M シェイプになって下がりきって今揉み合ってますけど、微妙な感じはします。はい。あとちょっとです。アンチコーチンセメントですね。ダブルボトムになってますけど、もうずっと下落が続いているので、まあ上昇トレンドに乗ってこればいいなって、移動平均線が来てるので、ここにタッチしてこれば面白いかもしれません。配当が高いので、ほんと低い位置で買えたらラッキーかもしれないですね。僕はちょっと推奨してます。この業種自体はちょっと、これから伸びるかどうかまだわからないですけど、テクニカル上で、ここで上昇トレンド乗れば面白いと思います。はい。それから中国恒大環境。高いです。なかなか下がってきません、この銘柄。ずっと1ヶ月近くは見てますけど、なかなかね。ここまで下がでもまあちょっと値動き荒いので、これも。5.42 までつければ面白いと思います。もう本当に高配当で 5% ぐらいあるやつは、僕も本当注目してます。安く買いたいので。はい。次が、キングソフトですね。オフィスの関係ですね。まあ、ここも、下げ止まったかなっていう感じはありますけどね。はい。ハイテクになるのかなこれは。ソフトウェアですよね。うん。まあでも、まあどっちかっていうんだったら、レノボを買いたいですね、やっぱ。配当の関係もあって。キングソフトと比較するならですね。チャイナガス。チャイナガスがね、なんかほんとおかしいですよね、ずーっと。天然ガスよりなんかひどいっていうか、ずーっと下がり続けてて、会社が悪いんですかね、これ。決算もずーっと悪いですもんね。いつも言ってる気がする、ここ。一週間に一回このチャート見たら悪い言ってるかもしんない。チャイナガスは。中国最後です。中国銀行とシノペックですね。中国銀行は、やっと落ちてきました。これ。本当にこのなんか富士山みたいな山からぐーっと来て、またぐーっと上がってきて、やっと今週落ちてきました。はい。もう本当に測定不能でショートならいいかなと思ってるんですけどね。配当が高いので本当はこれも安くだと買いたいです。もう本当なんでここで買えなかったのかってすごく悔やみますね。こんな動きすると思わなかったですね。なんでしょうね。中国銀行っていう名前なのに値動きがちょっと激しいんですよね。これ。過去にも。ね。銀行でこんなにキューンと上がっていいのかって思う。なんか、信用を受けないですけどね。情報がないからだと思うんですけど。はい。ラスト、シノペックですね。はい。高いところで止まってます。うん。
買いたいですけどね、シノペックも。今やっぱ高配当を見ちゃいますね、やっぱ。やっぱ、アメリカの株とかが、なんか難しい状況になって分散投資したいなっていう中で、やっぱりこの不動産とか高配当のもので値動きを安いところで買って多少落ちても配当を見たりとかして、だからこの日本株もそうだと思います。多分今みんな分散投資も考えてらっしゃる方は、配当金を見たところで分散してもいいんではないかなと思いますね。今やっぱ手出せないのはアメリカのグロース株とか、小型株とかはやっぱ手出せないですね。日本も、マザーズの銘柄なかなか手出せないですけどね。逆に高配当のね、世界株とか、動きがね、違う、中国の株とかもいいかなと思いますしね。また、日本の、CFD とかもしっかりね、見て、まずはちょっと1ヶ月ぐらいは、日曜日、日本株も分析をして、本当に買えるように勉強したいなと思ってます。はい。というふうに締めましたけど、よかったですかね。はい。それじゃあ、火曜日次回ですけども、アメリカの株中心にね、やっていきます。アメリカのね、火曜日心配だな。やっぱり、普通だったら、週末あんだけ下げて、反発すると思うんですけど、ちょっとね、ウクライナのこともあるんですけどね、はい、心配ではあります。短期間でやられる方は、本当今、なかなか難しいこともあると思うので、アメリカは。本当に広い視野で、いろんな値動きを見て、これいいなと思うものとかあればね、ちょっと、少額でこうやって試してもらえたらいいなと思います。本当国内のこの GMO クリック証券みたいな安い、証拠金でレバレッジを抑えて買えるっていうのは本当大きいと思いますので、ね、ちゃんと値動きとかをこうやって見て知ってればね。で、値動きとか見れないとやっぱり怖いですけど、この日本株も倍率5倍なので怖いんですけど、でも今だったら、こうやって値動きをしっかり見ていけばね、リスクを最小限に抑えられる気はしてます。はい。ということで、またね、ぜひ火曜日見たくない。そうですけどね。怖いですね。はい。はい。じゃあ、今日この辺でね、終わりたいと思います。また火曜日、11時ですね。まだ3月の第2週目になってないからサマータイムにならないですよね。サマータイムになったらまた10時20分くらいにやれるようにしたいなと思っております。はい。じゃあまた今日も長い間ありがとうございますね。はい。じゃあまた、火曜日お会いしましょう。お疲れ様です。失礼いたします。